はい、こんにちは。ぎっくり腰が若干ぶり返しつつある漁師浜優です。なんか腰とここらもね、骨盤の横もちょっと痛いんですよ。それはさておきですね、今日は京香鶏っていう、なんか中国の方で鶏を泥で包んで焼くっていうね、調理方法があるんですけど、それの魚バージョンをマナガツオを取ってやりたいと思います。それじゃあ早速マナガツオの捕獲シーンからどうぞ。はい、それでは京香鶏の魚バージョンの中に入れるお魚を取りに行きたいと思います。さあ、それではどんどん沖に向かっていきましょう。岸がどんどん遠くなっていきます。どん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 。どこやろ。こんな感じで無線でやり取りとかをして、みんながどこやるかとかね、そんな感じでちょうどいい距離の塩梅を取っていきます。さあ、そしてこちら、とある灯台のところにやってきました。ものすごい揺れですね。先ほど通った船の波です。そしたら網やる準備をしていきます。まずですね、網をこのネットローラーから出していって、出していくともう100万回も説明してるんで、慣れたものです。そしたらこちらバタクリを回して、機械のところガチャ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 やっていきます。そしたら灯台にくくりつけて灯台を入れていく。網やる方向はだいたい南から北へ向かってやっていく。南が青い灯台、北が赤灯台です。そしたら網を入れて船を前進させていきます。でこちらの受けをつけて、流すことから流し差し網です。どんどん受けをつけていきます。めちゃくちゃ早くね、簡単につけているように見えますが、私の匠の技です。主観物を見ていきましょう。こんな感じでくるっとね、1回転入れて中に通してギューみたいな、そんな感じです。である程度網がやれたら、網がめちゃくちゃ長いんで、ここらの方で一旦中断したいと思います。こんな感じで、このトラサーバーをくるくるっと網の方まで回していって、トラサーバーをセットで完了ですね続いてガッチャンを入れていきます。網がペラの方に行かないようにガッチャンを沈めて、これで準備は OK。 エンジンを消して網やりは終了です。はい、で網がやり終わりました。あんま流してもマナガツオってね、かからなかったりもするので、20分ぐらいでパッと食って帰りたいと思います。はい、それでは20分間ほど、30分間ぐらい待ちましょう。時が流れて、網やる時間がやってきました。2インチというですね、こちらエンジンと、直結っていうのかな、エンジンとつながっている、ポンプですね。それを入れてレバーをオン、網やりを開始します。果たして魚はかかっているのでしょうか。それでは網が上がってきてますが、魚の様子は全然見受けられません。下アングルを見ても全然魚が上がってきていませんね。さあ、その後も網くりを進めていきます。全然来なくてですね、もう外も暗くなってきました。やっと1匹目、尻尾の生えたものがやってきました。こちらサバゴですね。餌にするか梅煮にするか、圧力鍋で炊いて骨なしでタンパク質を取るか、どれにしようか迷います。同乗者の太田くんも大変暇そうです。でちょっと大きいものが来ました。こちらツバスですね。ツバスはおかずにしようということで、締めておきます。尻尾と、脊髄、背骨切っていきます。その後も浜優は一心不乱に繰り続けた。しかし魚は来ることはなかったのでありました。まさかの0匹。はい、というわけで網やりも終了しました。まさかの0匹です。帰りたいと思います。残念。結局ですね、頑張ってわざわざ行ったんですけど、ご存知の通り今年マナガツオは大不漁なんで、残念ながら取れませんでした。というわけでこちらマナガツオ、親父からいただきました。ちなみに親父が4匹、兄貴が3匹だったということで、今年がいかに少ないのか分かりますね。はい、というわけでマナガツオを持ってきました。はい、で僕のチャンネルではおなじみのマナガツオさん、小さな体表ですね、鱗で、鱗が剥げたらこういう白いもの、見た感じのフォルムとしてはマンボウの小さな感じで、可愛いお顔に可愛いお口、そして食べるのはクラゲとなんか小さなね魚介類も食べるっていうのをね、ネットで見たことあるけど、どうだか正確には僕もわからない。で今回の京香鶏
中国語で、ジアオホアジーっていう、調理法なんですけど、本来ね下処理した鶏をハスの葉でくるんでそれを泥で包んで焼くっていう調理方法なんですけど、これをね魚でやっていきたいと思います。だから泥で旨味とか水分を中に閉じ込める、そういう美味しそうな調理方法です。じゃあマナガツオが合うでしょう。レッツゴー。はい、じゃあまず鱗を落としていきます。マナガツオの鱗は大変細かいので金田足とかたわし、便利、これで取っていく。鱗はね結構取れやすいんだけど包丁が取れにくいからこういうのが取りやすい。はい、というわけで綺麗に取れました。鱗一つありません。はい、じゃあ鱗が取れたらバットン。はい、じゃあちょっと大きいんで尻尾の方、落としときます。よいしょ。尻尾結構綺麗な美味しそうな身しとります。はい、じゃあ次お腹出していきます。でマナガツオの豆知識なんですけど、なんとねここエラが本来普通魚ってこうあってここら辺までつながっとるのにこんな感じでねここぐらいまでしかないんですよ、ヒレのあれが。だからそれを作っちゃう、こうやって。じゃあこうエラがねこうクパー言うて露出しますよ。これすんごい神秘ですね。だからここを作ってあげちゃって、とりあえずここ、お腹割っていきましょう。でここヒレがあるんでここを切ってでパーッと広げたらこんな感じ。おお、これ何食っとんだろうね。これ多分ねクラゲかなんかの小さな魚かな。めちゃくちゃ臭いけど魚臭くないから多分クラゲかなと思う。多分分からん、分かんない。で先にエラを取って、これがエラで、ここに見えますイチジクはもう何回も紹介してる、こんな感じでついてます。こっちが出口かな。でこれ口に直接つながっとって中を開くとこんな感じ。これで多分だけどクラゲを咀嚼するのかな、多分だけど分かんない。でそのままお腹の中こうやって手突っ込んで、内臓を取り出すと。よいしょ。はい、こんな感じ。マナガツオの肝臓はねめちゃくちゃいつも色悪いんで食べたことないんですけど、ちょっと美味しいってね知ってる方いれば教えてください。でいつものように卵のとここ膜をペリペリっと剥いで、次腎臓の方ペリペリっと剥いであげるとあっという間に蝶々ですね。でマナガツオは大変腎臓とかが残りにくくてもうこの時点で綺麗だ。さっとだけ洗います。はい、で綺麗に洗えて水気が取れたらどうしよう、切れ込みをねもう入れちゃう。もうザクッとかっこよくね、切れ込みを入れちゃいます。はい、じゃあ超高級魚がね、格子状に切れましたんで格子魚になりました。そして塩で下味をつけていきます。ちょっと多めに塩つけてでなじませます。でここにかき醤油もねちょっと塗り込んでおきましょう。お腹の中とかね開いてるんでごめんくださいっつって。面白さどこに落としてきたのかな。あ、鼻からないか。はい、というわけで、醤油が塗れて下味の準備は完了です。これでねちょっと置いておきます。はい、これで完璧かな。あ、そうや、卵忘れとった。お腹に忍べん。じゃあお腹に忍べておきます。これお腹に忍べて OK です。忍べたなはい、じゃあこれ冷蔵庫に入れといて、次はですね包む用の泥とハスはもうキャベツの葉っぱで、いこうと思います。はい、じゃあクソ雨中なんですが泥を探しに行きたいと思います。泥ってなかなかね見つからんのやけど頑張って探しに行きます。はい、で泥探しに来ました。で調べたらなんかねため池っぽいとこに多いらしいんで、ちょっとね一つ目の候補池のとこ行ってみます。ちょっと池あったんで見てきます。いけそう。やっぱ池の周りは粘土質っていうのは本当だったんですね。じゃあこれを持って帰ります。よかった、一発目で帰ろう。はい、じゃあただいま。いや1回で取れてよかった。次にねマナガツオを先にくるんでおきます。キャベツの葉、とりあえずキャベツの葉っぱを丁寧に剥がしていきましょう。若干黒いけど気にしない。これでまず下の土台部分を作っていきます。はい、でこんな感じにキャベツが引けたらマナガツオをドカッとのします。でまた巻いていく。これはむずい。はい、じゃあこれで大体はできましたら次タコ糸で、くくっていきます。小糸でまずくくるということがもう難しいぞこれ。とりあえず真ん中の方まで持っていって真ん中から開始しよう。あんまりきつくすると破れちゃうんで緩めに。で次縦いきます。よいしょ。であとはもうぐるぐるに巻いていきます。だいぶ形になってきました。思ってる以上に
マナガツオの形とこのキャベツの柔軟性のなさで難しい。で最後に留めてあげて、はい、というわけでまずキャベツで包めました。はい、じゃあテラスにやってきました。早速こちらのやつを土へ包んでいきたいと思います。魚を泥で包むとか初めてですよ。ちょっと一旦この子のけて、まず泥をね引いて固めていきましょう。しっかりとね固めて崩れんようにしていきます。体重のしていきます。これでカチコチのカッチカチやで。俺の俺ぐらいカッチカチやで。もうねちょっとややこしいんで、とりあえずもうまぶしていきます。固めていきます。うわー、まあでもこれがね水分をしっかり逃がすことを抑えてあれしてくれると思ったらあれですよね。これ綺麗にひっくり返すもんですわ。剥がれた剥がれた。これ口もうのすわ。それごと火にかけるってこれことね。口のす、こうしてこれで山作っていきます。よし、全部なんとかねまぶりました。はい、じゃあ次コンロ用意して、本当は地べたでしたかったんだけどね、これでやります。雨だし。で薪を並べていきます。君がいないと何もできないわけじゃないと、夜間を火にかけたけど紅茶のありかがわからない。そして火をつけます。ちょっとやっぱね横並べじゃ火がつかないんで、ちょっと立てらして先火を起こします。よし、これでよかろもんでファイヤー。よっしゃー、これでしばし放置。はい、じゃあこちら扇風機も用意してですね、火を風がないんで、あと木がめっちゃ湿気でなかなか燃えんくて、もう禁断の新聞紙をねちょっと使いました。でも火の上にこちら乗せておきます。こうやってあちー2時間か3時間ぐらいやっていきます。3時間ぐらいかかるかな。多分このアルミの台は溶けるけど、もう仕方ない、ぐちゃぐちゃになっちゃうから。で固まってきたらこれひっくり返そうと思う。とりあえずねこのまま2時間ぐらい放置しておきます。早速ね縁が溶けてきました。溶けるとは思ったけどね早いね。扇風機神、これが本当の神風だ。かれこれもう40分ぐらいしよう。火を上からも当てたいんやけど登っていかんわ、湿気て。このままじゃ上側が全然できないので頑張って返したいと思います。とりあえずこの鉄板にですね、上側乗ってるやつ置いていきます。とりあえず濡らしておいて周り、雨だからね基本大丈夫なんですけど、ちょっと手袋とタオルをびちょびちょに濡らして、よし、これで持ち手はいけるやろ。さあ返せるのかやってみていきます。よし行くぞ。いけた。お、あたたた。熱くない、全然熱くない。お、露出した。キャベツが露出した。うまいこといけたな。なんとかいけました。持ち手のおかげやね。すごい温度。じゃあこれでまた焼いていきます。はい、じゃあもうこれが燃え尽きたらね完成としたいと思います。はい、じゃあ炭のけていきます。無人島の中盤ぐらい疲れた。とりあえずなんとかね土を動かしたいと思います。だが無理や1個じゃ。はい、じゃあこれも用意して2つで、なるべく土はのけたくない、そういう料理だから。よし、で持って色、よいしょ。果たして中身はどうか。匂いしおる。匂いはしとんな。頑張って剥がしていきます。おお。はい、というわけで前は失敗に終わってしまいました。いや、自分の中で YouTube に対する慢心があったのかもしれません。めちゃくちゃ反省しております。あの後めっちゃ落ち込みました。でもですね、失敗はそこでやめなければ失敗じゃないということで再挑戦します。というわけでこちら1日前からしっかりと柚子醤油でマナガツを漬け込みました。
それとですね、ちゃんとしたハスの葉となかなか固まらない土ではなくてしっかりとね陶器用の粘土、こちらも買いました。次はですね絶対に成功させます。というわけでまずハスの葉を広げます。もう広げたらめちゃくちゃでかいんですよ。これもうこんなでかい。普通にね日傘でかぶれそうです。なかなか似合うんじゃないか。でところどころ破れてるのでキッチンペーパーを巻いたまま置いていきます。で露出してるとこにしっかりとキッチンペーパーっていうか、これなんだっけ、キッチンペーパーの上位互換みたいなやつ、これをつけて、これで完璧にブロックですね。粘土だから大丈夫だと思うけど。でこちらをしっかりと包んで、やっぱ包みの安心感が全然違う。やっぱ横着したらダメだよ。はい、でこの時点で料理っぽくできました。でタコ糸使うとここからね縛ったところでまた破れちゃうんで、これはもう今日は使えません。でこれのけてバッと、でこちら粘土ですね。でこれをなんとかまとわりつかせていく。安心感が全然違う。なんで最初からこうしなかったんだ俺のバカ野郎。水気を飛ばさないようにする調理法なんで、しっかり密封。テンション上がってきたー。はい、じゃあこんな感じで綺麗にできました。おまけに前回と違ってこれだけでしっかり持てる。もう安心感が違う。どうせだからちょっと絵を描いてみるか。はい、というわけで謎の魚ができました。じゃあ焼いていこう。はい、じゃあ前回と同じように焼いていきます。もう前回と違うのはちゃんと持てるというね圧倒的安心感ですね。で熱い火を乗せていきます。はい、これで1時間じっくりと焼いていきたいと思います。はい、じゃあ1時間ぐらいじっくりとやりました。揚げていきましょう。でちょっと鯛の絵はなくなりましたけど、無事に持ち上がるか。よいしょ。おお、うまくいった。すげえ音。ちょっと水かけます。おお、めちゃくちゃ熱いね。露出はしてないな。はい、じゃあ移動さします。よいしょ。よし、うまくいけてそう。丁寧に剥いでいきます。土が入らないようにね、ゆっくりと。うわあ、やかった。やっぱ粘土でして正解や。おお、すごいすごい。うまくね剥がれていきます。わあ、これは絶対一滴も土入ってないですよ。あとやっぱキッチンペーパー巻いて正解でしたね。ところどころ破けてる。葉っぱが破れてる。はい、というわけでこの状態になりました。一旦避難させます。それじゃあ一旦ここをきれいにして、はい、じゃあいよいよ開封していきます。おお、きれいにね土はのけて、で万全を期して飛ばします。少々濡れるのはいい。味は染み込んでるから。オープン。おお、すげえ綺麗にできてる。うわー、めちゃくちゃ綺麗にできてる。すっげえ感動です。はい、じゃあ苦節2回目ようやくうまくできました。はい、というわけでこちら京香鶏のマナガツオバージョン、京香マナガツオです。それじゃあ歌けよう、始めようか。はい、それではいただきます。でもちろん美味しいマナガツオにはこちらゴールデンタイム。うわい、あわー、昼から頑張って飲むビールはうまいね。それじゃあ早速いただきましょう。それじゃあ身を、うわ、身が張り裂けるわこれ。うわうわうわ、めちゃくちゃ、何これ、うまそう。はい、ではふわふわの身いただきます。めちゃくちゃ濃い。おまけに身もふわふわで味がねしっかりと中まで染み込んでてめちゃくちゃ美味しいです。うわ、柚子の香りがね鼻から抜けて、ふわふわの身のマナガツオと抜群に合う。はい、やっぱりこの美味しいのには米でしょう。でご飯にホクホクのマナガツオの身をのせていただきます。
じゃあこれめっちゃ合う。うわ、これ米は困りませんよ。本当にうまい。いや、なんか葉っぱもまとっていっぱいおしゃれですね。いっぱいって言い方おかしいけど、これはうまい。でこのうまいのがビールに合うんです。いや、この縁側付近とか最高だよこれ。もうふわふわとろとろ。うまっ。はい、それではあとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで本日もご視聴の皆さんありがとうございます。いや、一度最初は失敗してしまいましたけど、やっぱね、何事もチャレンジですよ。こうやって料理って多分進化してきたんだと思うし、皆さんもね、何か失敗したことあったら諦めずにやってみてもいいし、やめるのも勇気だし。何言ってるんだろうね。これ何の動画だったっけな、まあわからないけど、とりあえず美味しかった。皆さんもご家庭でなんかね、肉とかで、まあ魚じゃなくてもいいんで、なんか包んでやってみてください。本当に美味しかったです。ほら、本日もご視聴ありがとうございました。それじゃあ See you next time!